不動産屋さんの階段の語り手ゆりです。大病を患ったり年齢を増すと死後の世界を考えるようになるものです。さてこれは仮名ですが、鶴見さんが高校時代の恩師から聞いた話です。その恩師を仮に N 先生としておきます。N 先生は高校の現代国語の教師でしたが、当時はまだ若く、授業もよく脱線して不思議な話をしてくれたそうです。その N 先生は山梨のかなり大きな由緒あるお寺の息子で、ご本人も中学生の頃にすでに出家して宗名を名乗っていました。ご本人が特定されないように、その宗名はここでは伏せてお話を進めます。さて、その N 先生は子供の頃からよくおかしな体験をしていたそうです。山の中腹にある神社の参道に白光りする塊が社に向かって登っていくのを目撃したり、葬儀が近くなると自分の家のお寺の竹やぶがざわつき、その亡くなる人物が本堂の前を横切るのを目撃することもありました。ある日の夜、N 先生はお寺の住職である父親からこんなことを言い渡されました。このお寺の僧侶である以上は、お前もこのお寺のしきたりを守り、時世において仏教の教えを広めなければならない。と言って、このお寺に伝わるある修行を課したということでした。当時は出家したと言ってもまだ中学生でしたから、水行や断食などの修行は辛く、また座禅を組んで経典を読んだり、写経をするのも退屈だったそうです。また学校では部活や試験もあるわけで、両立するのが大変でした。ただこれらの通常の修行はお寺の住職が言うある修行ではありませんでした。そのある修行とは、このお寺に代々伝わるもので、父親も祖父も曽祖父も高祖父もその前もずっと行ってきた修行だったのです。ところでそのお寺は1,000平米もある広さで、隣接する墓所を入れればもっとだったそうです。母屋と本堂は幅が2.5メーターもあるヒノキの廊下で隔てられていました。本堂は襖で仕切られ、普段はお勤めの時以外は襖は閉められていました。N 先生は毎朝その本堂の雑巾がけをしてお経を唱えたそうです。さて、その修行というのが面白いのです。その本堂の襖を開けて、本堂と廊下の間の敷居の上に敷布団を敷いて寝るということでした。つまり敷居をまたいで布団を敷いてそこで寝るということです。N 先生はこれが代々伝わる修行なのかと不思議に思ったそうです。そこで早速自分の部屋から布団を運び込み、本堂と廊下の境の敷居の上に敷きました。改めて今夜ここで寝るのかと思うと、毎日お勤めで見ている仏様のきらびやかに鎮座している姿も新鮮に感じてきたそうです。木魚などの一式がろうそくの光で反射していたのですが、そういえば10日ほど前に檀家さんの葬儀が執り行われたことをふと思い出しました。さてその日は週末で試験勉強も切り上げた頃、N 先生の家族はもうすでに寝てしまっているようで、N 先生もさて自分も寝るかと思い、シャワーを浴びて早速本堂と廊下の敷居の上に敷いた布団に入りました。N 先生は確かに本堂は見慣れていますが、こんな夜の明かりもない本堂は正直少し不気味に感じたそうです。日頃はまじまじと見ることのない天井を見上げると、暗闇の中で渦を巻くように見えてきて、少し怖くなってきました。なんとか寝てしまおうとしても落ち着かず、しばらく右に左にと寝返りを打っていました。そしてだんだん周りに慣れてきた頃、最後に大きく深呼吸をして目をつぶったそうです。次第に肩や腰の緊張が解け、足先より力が抜けてスーッと眠りについていきました。どれくらい寝ていたのか、はっと気がつくと、N 先生は砂浜かどこかの水辺に立っていました。
ここはどこなんだ。辺りはもやに包まれ、空はどんより曇っていました。そして水辺の水面はゆっくりと流れていたそうです。N 先生は自分の状況が理解できませんでした。たった今本堂の敷居の上で寝ていたはずなのに、自分はこんな見知らぬ場所にいて普通に呼吸もしている。これは夢ではない。一体自分に何があったのか。N 先生はしばらく困惑していました。するともやの向こうからたくさんの人の声が聞こえてきました。もやで姿は見えませんが、ガヤガヤと何やら話し込んでいるようでした。その中に一人のぶとい声のおそらく大男がいて、どうやら人々に列に並ぶように促しているようでした。またその大男の近くに中年の女性もいるようで、人々の質問などに答えていました。N 先生は彼らは一体誰なんだと思いながら、足を砂に取られながらもその声の方に進んでいきました。すると歩いているうちに、いつの間にか N 先生は着ているものがパジャマではなく私服になっていたそうです。しばらく歩くと、もやの中からぼんやりと桟橋が見えてきました。そしてその桟橋の上に白装束の人々が並んでいるのが見えてきました。彼らは互いに談笑していたり、世間話にうなずいたりしていました。それは男性女性、年齢もさまざまな集団だったそうです。すると N 先生はあれと思いました。その集団の中に一人見覚えのある年配の女性がいたのです。それはちょうど10日前に N 先生のお寺で葬儀を執り行って送り出したばかりの女性でした。その女性も N 先生に気がついたのか、こちらを見てにこりと微笑み、会釈をしてきました。すると突然、ザブンという大きな水音が聞こえ、水しぶきが立ちました。N 先生が何事かと見てみると、何人かの人が水面に飛び込み、クロールで泳いで向こう岸に渡ろうとしていました。N 先生は見るもの聞くものすべてが奇妙で珍しく、キョロキョロと周りを見渡していたそうです。すると人混みをかき分けるようにして、前方から一人の初老の男性が N 先生に近づいてきました。そして N 先生に、ここに並んでいる人たちは葬儀をしてもらってこれから向こうへ渡る準備をしている人たちなんだよ。クロールで泳いでいる人たちはホームレスかなんかの行き倒れや突然死だねと説明してくれました。その初老の老人は続けて、あんた何しに来なすった。まだ寿命がある人、つまりとどまる人はここには来てはならないぜと言ったそうです。その男性曰く、今 N 先生が立っているところが現世の出口で、前に流れている川、つまり海の川というそうですが、その川を渡ってから50日かけて次のステージに上がるのだというのです。そして人や動物植物も寿命を終えると大抵極楽浄土、つまり天国へ49日かけて向かい、50日目に選択肢を与えられるのだそうです。説明するその初老の男性もその選択肢が何なのかはわからないということでした。自分たちが立っているこの出口は西の河原で、白装束の人々や海の川に飛び込む人たち以外にも中近東やヨーロッパの人々もいて、彼らは白装束姿ではないが同じように整列したり鳥に乗って川を渡るのだと説明してくれました。そしてさらにその男性は、みんな生まれる時に役割があって中途半端になってしまうものや、生まれたけれどすぐに戻ってきてしまうものがたまにいるが、それは自分の登場する時代や時間を間違えてしまったため、こちらに呼び戻されるからで、
事件や事故に巻き込まれるのも同じ作用をしているのだというのです。また現世の秋と冬の重なる時に一度世界観が更新されるそうで、それが万世説と万霊説だと N 先生に詳しく説明してくれました。そんな話を男性から受けていると、やがて少しずつもやが取れ始めてきたそうで、周りが美しい黄金色に変わり始めました。するとその初老の男性は慌てた様子で N 先生に「この情景を見てはいけない!」と叫び、すぐに目をつぶるよう諭したそうです。そしていきなり N 先生の背中をドンと押して N 先生を河川敷の藪の方に放り込んだのです。N 先生はその勢いで思わず前につんのめってしまい、転んだ拍子に顔を上げると、そこは本堂の中でした。するとそれと同時に目の前の伽藍の窓を父親の住職が開けながら「どうだ、リアルな修行だろう。誰かに何か教わらなかったか?」と言ってきたそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。